っと待って、緊急で動画回し始めちゃってるんですけど、衝動買いしちゃいました。いや、やばいレンズを見つけてしまったかもしれない。ちょっとですね、ソニーの 10mm、20mm、F4 のレンズ、あれを試そうと思って行ったんですけども、やばいレンズ見つけてちょっと買っちゃいました。ちょっと家に帰って確かめたいと思います。はい、ということで、じゃじゃんと買ってしまいました。もう完全に衝動買い。なんてだって最近買った ZV-E1 にちょっとこれぴったりすぎるかもというレンズを見つけちゃったんですよね。でも開けてあるんですけど、何のレンズかというとですね、こちらででん、はい、シグマ 1850mmF2.8 のレンズケイスケさんと思った方いますよね。はい、なんでかというとですね、この ZV-E1 フルサイズのカメラです。フルサイズセンサーのカメラで、こちらのシグマの 1850mm に関しては APS-C センサーのカメラなんですよね。なので本来はこうフルサイズに合わないというか、まあ使いづらいレンズではあると思うんですが、今回これね、僕ZV-E1 にめちゃくちゃぴったりなんじゃないかと思いました。っていうのも、この ZV-E1手ブレ補正がスタンダード、アクティブ手ブレ補正、ダイナミックアクティブと新しいのが追加されました。ダイナミックアクティブに関しては多分 2,30% クロップされちゃうんじゃないかなと。要はこう画角が狭くなっちゃうんですけども、APS-C センサーのレンズの中にはイメージサークルが大きいもの、なんていうのかな、つまり APS-C センサー用のレンズなんだけども、もう少し余白を取りながら作られているレンズっていうのはあったりします。で、なんとこのシグマのこのレンズ、この ZV-E1 でダイナミックアクティブ手ブレ補正をオンにしたらギリギリ、ほぼギリギリなんですけども、蹴られがないんですよ。すごくない？いや、結構世紀の発見だと思うんですけど、どうでしょうか。ちょっとね、この抱負をご紹介したいと思います。ちょっと早速行ってみましょう。ケイスケの動画。はい、ということで改めまして今回はもう革命的組み合わせかもしれないこちらのレンズ、シグマ 1850mmF2.8 のレンズです。もちろんね、やや難点もあるので、その点もご紹介します。はい、ちょっとごめんなさい、風邪をひいて鼻声なんですよね。はい、まあいいか。こちらのレンズ、僕富士フイルム用のも持っています。なんでだって APS-C センサー用だったとしてもめちゃくちゃちっちゃいんですよ。18mm から 50mm までいけて F2.8 投資で、このコンパクトさってまあないんですよね。他にこんなに明るくて便利なズームレンズってないので、本当にいろんな人におすすめできるズームレンズだなと思います。で、スペックだけ簡単にご紹介しておくと、スペック、まず焦点距離は18から 50mm です。で、本来は APS-C センサーサイズ用のレンズとなっておりますが、今回はフルサイズのカメラに使っております。で、絞り羽の枚数は7枚、最小絞りが22で、最短撮影距離がワイド単で 12.1 センチという形になっております。フィルター系が 55mm で、重さはソニー E マウント用のが 290g とめちゃ軽い。これ ZV-E1 と2つ合わせても 700g いかないぐらいの重さなんで、めちゃくちゃ軽いです。で、これを普通に動画で使うとこうやってね、蹴られっていうのが起きちゃうんですけども、周りが黒くなっちゃったりするんですけども、これをダイナミックアクティブ手ブレ補正限定で使うということをすると、こんな感じで蹴られがなくなります。はい、いや、すごくない？これよ、すごいよね。しかも、ダイナミックアクティブ手ブレ補正って多分 20% か 30% クロップぐらいなので、焦点距離的にはフルサイズで、約 22mm、24mm あたりから60mm あたりの焦点距離になるんじゃないかなと思います。で、今までこういうね F2.8 投資のレンズで、めちゃめちゃコンパクトでここまでズーム域が広いフルサイズ用のレンズってないんですよ。そう考えるとこれ1本で本当に何でも撮れちゃうから、すごくない？しかもめっちゃコンパクトなの。これをもう本当に革命として伝えたいなと思っております。ケイスケの動画で、外でね、ちょっとした作例というか、こういう撮影できますというサンプルも撮ってきたので、ぜひチェックしてみてください。はい、下北で今歯医者に向かっております。昨日ね、治療したところがちょっと鋭利で、歯医者へ向かいがてらちょっと撮影していきたいと思います。手ぶれの感じいかがでしょうか。うまく補正できてるといいけどね。ちょっと今日は自撮り棒忘れちゃったんで、手持ちになっちゃってます。声もガラガラや。
はい、歯医者が終わってきました。いや、これでご飯が食べれるようになります。どうでしょうか、手ブレ補正も結構いい感じじゃない？ダイナミックアクティブ手ブレ補正って純正レンズしか効かないのかなと思ったんですけども、意外と、シグマのレンズでもいい感じに効いてそうな感じがしますが、いかがでしょうか？割と良くない？どうでしょうか？はい。で、今からは、カフェに行ってちょっと作業しようかなと思うんですが、なんか他検証したいことあるかな。やっぱ光学ある程度やっぱね18ミリからプロップされて今22か24ぐらいになってるんですけども、で今フィルターをね2枚つけてるんですよ。ソフトフィルターとあと NG フィルターつけてるんですけども、それでも毛られがないのでその辺も使えそうですね。あとね、このコンパクトさだったら全然重たくないんで手で持ってても疲れないかも。もちろんずーっと持ったら疲れるんですけども、でもだいぶ楽ですね。あと僕結構手が長いんでこのぐらいで撮ってるんですけども、女性の方とかもう少しこう手前でね撮影すること多いかもしれないんですが、わりかしやっぱ広く撮れてるので全然ねこのぐらい近くても顔がちゃんと映るというのがこのレンズめっちゃ魅力的だなと思いました。よいしょ。こっからはちょっとカフェに行って、みかんあたりのカフェ、下北にみかんっていう場所があるんですけども、そのあたりのカフェに行こうかなと思っております。ちょっとだけ作業で。はい、ちょっとね今映像を見ていたんですけども、なんか手ブレ補正はうまく効いてるんだけど、こうブブブブみたいな、ちょっとこうわかる？この揺れみたいなのが出ちゃったので、ちょっとどうにか補正する方法がないかっていうのを今探しております。でですね、前に他のカメラ使った時にこれシャッタースピードを上げると改善されたんですよ。なので、ちょっとそれで試してみたいなと思います。で、はい、まずこれ普段の50分の1、これ多分ねブブブブみたいになっちゃってるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。これが、普段撮影している50分の1のシャッタースピードです。いかがでしょうか。はい、こんな感じの手ブレ補正です。これ続いてですね、シャッタースピードを100分の1にしてみます。するとどうだろう。結構マシになってるんじゃないかと今思ってるんですが、いかがでしょうか。これでもやっぱそのブブみたいな、なんか揺れみたいなの出てるんですかね。揺らぎみたいな。そしたら次一気に200分の1まで上げてみましょう。ちょっと行ってみようかな。シャッタースピード上げて変わるのかな。どうでしょうか。よいしょ。はい、200分の1。ケイスケの動画。はい、いかがでしたでしょうか。ダイナミックアクティブ手ブレ補正なんで、結構手ブレ補正効いてません？結構やっぱ 18mm スタートなので広く取れると。で、ダイナミックアクティブ手ブレ補正なので、かなり広く取れつつ手ブレ補正もちゃんと効いてると。で、F2.8 投資なんで、ボケ感もちゃんとあるんですよ。これ、来たよね、絶対。まあもちろん色味がめちゃめちゃいいかとか、画質がめちゃめちゃいいかって言われると、他のね、画質いいレンズから比べると、ちょっとまあ劣る部分はあると思うんですけども、まあその代わりやっぱこのコンパクトさです。ね。もう圧倒的に言いたいのは、このコンパクトさで何でも撮れて F2.8 通して手ブレ補正も効いて、いうことを僕はもうとにかく言いたいんで、これさえ伝わればいいです。嬉しいです。で、あとそうだ、値段ね。値段これ僕買った時 59,400 円でした。安いよね。フルサイズのレンズってもっとさ、24-70mm F2.8 のレンズとかだったら、でかくて、かつあれ20万ぐらい、25万とかするので、それのもう本当に5分の 1?4 分の1ぐらいか。とかの値段で買えるんだったら、めちゃめちゃありじゃない？めちゃくちゃいいですよね。で、まあ、とはいえ、ちょっと注意点もあるので、そこもちゃんと聞いてってください。まあ、これだけやっぱコンパクトで値段も安いところでね、まあちょっと、イレギュラーな使い方をしているので、やっぱりデメリットみたいな部分は多少出てきます。まず1個は、写真にはあんまり使えないですね。もともとこの ZV-E1 っていうのが1200万画素ぐらいしかないんですよ。で、これ写真に使っちゃうと、写真の方では全体でね、
取れないのでやっぱ APS-C サイズにクロップされちゃうんですけど、そうすると800万画素ぐらいかな、もっと減るかな。やっぱりそのぐらい画素が減っちゃうとちょっと写真でも厳しくなってくるので、写真で使おうと思ったら絶対このレンズじゃないなっていうのは思います。もちろん軽く撮影するぐらいだったらできるんですけども、写真メインの人はこのレンズじゃないなというところだけ伝えておきます。で、2つ目、これが使えるのはダイナミックアクティブ手ブレ補正のみです。例えばアクティブ手ブレ補正とか一段弱い手ブレ補正を使っちゃうと、周りの毛られっていうのが出ちゃいます。例えば、これからね6月ぐらいに 4K の 120p、4K のスローモーションが導入されるんですけども、そのね 4K のスローモーションだとアクティブ手ブレ補正、ダイナミックアクティブ手ブレ補正っていうのがオンにならないんですよ。スタンダードな手ブレ補正しか使えないので、このレンズを使うと毛られが出ます。なのでもうダイナミックアクティブ手ブレ補正を使うと割り切ってる人のみ使ってください。またそのねダイナミックのアクティブ手ブレ補正しか使えないので、やっぱその分多少画質は悪くなってるはずです。あれって電子手ブレ補正なんでちょっとこうクロップされるってさっきから話してるんですけども、そのクロップされた分やっぱ画素は捨ててることになるので、多少画質が悪くなってるかなと思います。その辺どうしても気になるっていう方は合ってないと思います。でプラス最後、僕ね今までほぼ毛られがないという話をしてきましたが、若干本当に気持ちだけ黒いのが出る部分っていうのもあります。はい、この右端の、これ見ていただいたら分かるんですけども、この右っていうか左端みたいな、もうこの本当に四隅の部分ですね、ちょっと黒くなってるの分かるんじゃないでしょうか。でこれが要は毛られのこう予兆みたいな部分なんですけども、僕は使っててそんなに気になるものではないですが、ここの部分も気になるよという方はやっぱりね相性は良くないのかなと思います。なのでデメリットとしては4つかな。写真で使えないこと、ダイナミックアクティブ手ブレ補正オンリーになること、その分画質もちょっと悪くなってるよっていうところ、プラスやっぱ黒い部分が微妙に出ちゃうよと、たまに出ちゃう時があるよという4つがねデメリットとしてありますので、もしそれがどうしても気になる方はこのレンズではなく他のレンズを選んでみてください。ケイスケの動画とはいえ僕はね本格撮影するときとラフに撮るときっていうのをね結構意識して変えてるんですよね。ラフに撮るときはもうこれでええやんと、よくない？だってこれでね自撮りもできちゃうし、外もねキュッと寄って撮れちゃうし、ちょっとぐらい黒いのぐらいねあんま気にならなく我慢ができるので、そのぐらいいいだろうし、でダイナミックアクティブ手ブレ補正の件も基本的にはもうダイナミックで使うし、多少画質が悪くなってるって言われても僕そんなに正直見てて気になるレベルかって言われたらわかんないです。パッて比較出されても僕わかんないと思いますので、特にわかんないんだったらいいかなと思っちゃいました。ということで僕はラフに Vlog 撮るときはこれでしばらく使ってみようと思いますので、もし僕みたいにこの ZV-E1 でラフに撮影したいよとか便利に撮影したいよっていう人はこのレンズめちゃめちゃぴったりだと思いますので、概要欄にもリンクを貼っておきますのでぜひそこから買ってみてください。ということで今回はもう僕の革命的と思われる組み合わせをご紹介させていただきました。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。昨日ですね久方ぶりの歯医者に行ってきました。で歯がねもう今削れてるんですけど虫歯だったらしくて、そこの部分が鋭利になってまして、舌に刺さるなんでちょっと今日滑舌悪かったらごめんなさい。これからまた歯医者に行ってきます。